どうも西川です。本日はシュプリームとノースフェイスコラボのコレクションを紹介したいと思います。シュプリームとノースフェイスのコラボは攻めたデザインや派手なプリント、ノースフェイスではすでに廃盤になっているモデルを復刻したり、ナイロン素材以外の生地を挑戦的に採用しているのが特徴です。最初はデザインがかっこよくて目を惹かれていましたが、シュプリームのこだわりやそんな特徴を知れば知るほどどんどん沼にはまり集めるようになっていきました。着れば着るほどに愛着がどんどん湧いて大好きなコレクションになっています。それではよろしくお願いします。2014年に発売されたバンダナ柄がプリントされたマウンテンパーカー。ブラック、ネイビー、レッドの3色が展開されました。ペイズリー柄とも言いますが、生地のナイロンと相まって高級感を感じます。バンダナはヒップホップアーティストがファッションに取り入れてストリートカルチャーに浸透しているイメージがあります。歴史を語る上では特にギャングとの関係も深いようで、赤色と青色で敵対していたり、ポケットから垂らしたり、頭に巻いたり、自分をどこの誰なのかを示すためのアイテムの一つとしてバンダナがあり、かなり命がけだったそうです。ヒップホップ文化やアメリカの歴史などをファッションに取り入れるシュプリームらしいアイテムになっています。続きまして、2012年発売されたコーデュロイのマウンテンシルジャケットです。カラーはネイビー、バーガンディ、グリーンの3色が発売されました。地元が静岡の西部地方なのですが、コーデュロイが日本で唯一の生産地で惹かれる部分があり、馴染みがあります。絶妙な光沢感とコーデュロイ特有の空気の含みが保湿効果を高めてくれます。生地屋さんにはこのブランドに使用されていますと、公表することができない契約を結ぶことに大抵なっているそうなので、もしかしたらとこのアイテムも少し期待してしまいます。有名ブランドで特に柔らかいコーデュロイを使用していたら、もしかしたら円周織物の可能性が高いです。コーデュロイ以外でも優しい生地感が特徴の円周織物で有名なハウス、とてもおすすめです。次は2010年に発売されたワックスとコットンマウンテンジャケット。赤、黒、ブラウンの3色が展開されました。ブリティッシュミラー連社のワックスとコットンといえばバブアーやベルスタッフが代表されます。水と油が混ざり合わないという性質を生かし、天然のコットンにオイルをめり込ませて防水と防寒の機能を持ち合わせた伝統的な生地になっています。アウトドアでよく採用されている化学繊維のナイロンができたのが1935年らしいので、それ以前の防寒着として歴史が伺えます。オイル特有の匂いや汚れ、ベタベタが気になる人もいるので、そこも愛せるファッション好きにはかなりおすすめのアイテムになっています。続いて、2015年に発売されたデニムドットショットジャケット。ゴアのウィンドウストッパーという生地を採用していて、防風透湿の機能はそのままに着心地を優先しています。見た目はデニムなのに機能としてはマウンテンパーカーとしても役割を果たしてくれるアイテムになっています。サイズ感が割とゆったりめなので、中にスウェットやフリースを着ても余裕がある感じです。シンプルなアイテムで日本人に似合いやすい藍色や紺色系統なので、デニムオンデニムやジップを開けて中でレイヤードを楽しむなど、豊富なコーデが組みやすいのでかなりおすすめです。続きまして、2015年はデニムドットショットジャケットの後に発売されたパッカブルウォータープルーフコーチジャケットが登場しました。単体での着こなし方は派手すぎてかなり上級者向けで難しいですが、アウターの中にチラ見せで覗かせるインナーとして活躍してくれて、何か足りない地味な印象を裏生地感覚で一気に変えてくれるのでおすすめです。ノースのアイテムでパッカブルと書かれていれば、左ポケットを中心として折りたたんでいくと小さく収納できる仕様になっています。こちらはブラック、イエロー、星柄のネイビー、星柄のレッドの4色展開がされました。続きましてこちらの手袋。黒人差別をなくすために動いた活動家のマルコム X の言葉がプリントされています。By any means necessary。どんな手段を使ってもとか、何が何でもといった意味になっています。キング牧師とよく比較される人物ですが、攻撃的な思想が伺えるセリフでかなりインパクトがあります。ボックスロゴのサンプリング元になったアーティスト、バーバラ・クルーガーを彷彿とさせるメッセージ性の高い作品になっています。ファッションアイテムについ作品と言ってしまうくらいシュプリームは黒人差別に対してのアイテムも揃えています。2022年にトレマイン・エモリーという方がシュプリームで創業以来初のクリエイティブディレクターに就任しましたが、
わずか1年ほどで辞めてしまったということがありました。辞めてしまった理由として、シュプリーム内の人種差別問題があるためと語っていますが、シュプリームはそれを否定していました。少し話が逸れてしまうかもしれませんが、トレマイン・エモリーが病気になったっていう記事を読んだんですが、かなり壮絶でした。短く話すと、シュプリームで知り合った同僚のアンディ・マコーネルという女性と交際していたそうなんですが、とある秋、病気になったエモリーは、奇跡的に彼女と一緒にいて一命を取り留めたそうです。シュプリームを辞めてしまう結末についても、アンディとの出会いがそこにあるなら、やり直せたとして同じ選択をするでしょうねと語っています。2023年時点で2人は結婚したそうです。このマルコム X のメッセージがプリントされたアイテムは、ダウンジャケット、マウンテンプルオーバー、トラベルケース、バックパックなどが同時発売されました。ダウンジャケットはキムタクが着ていてかなり話題になっていました。続きまして、2016年に発売された落ち葉柄を採用したヌプシーパンツです。これは犬の散歩の時にかなり重宝しています。リバーシブルではないのですが、ひっくり返すとタグとドローコードだけ見えないように被せてしまえば、色もブラックなのでかなり使いやすいです。ジャケットの方はノースがかつて販売していたマウンテンライトジャケットっていうのを採用しています。現行のデザインと違っているタイプのものなんですが、ストリートファッションはパロディとか多いんですけど、シュプリームも同じくサンプリング文化などヒップホップからの影響もかなり受けています。ヒップホップの4大要素といえば MC、DJ、ブレイクダンス、グラフィティですが、ニューヨークとグラフィティも密な関係になっています。グラフィティといえばスプレーで、このスプレー缶を入れるポケットに適していたのがこのマウンテンライトジャケットだったそうです。カラー展開は落ち葉とオレンジの2色ありました。続いて2018年に発売されたスネークスキン柄のパッカブルタイプのコーチジャケットです。スネークスキンは原宿店がオープン記念としてボックスロゴが発売された時に採用されたり、シュプリームのインラインのアイテムにもたびたび登場する柄で、レオパードや星柄みたいに馴染みがあります。ヘビ柄はパイソン柄とも呼ばれますが、成長していく中で脱皮をして生まれ変わるということから、繁栄とか成長とかに縁起の良いものとして考えられているそうです。こちらはブラックとイエローの2色展開で発売されていました。続いてこちら、2018年に発売されたレザーマウンテンパーカーになります。生地はシュプリームとノースフェイスのコラボらしく、マウンテンパーカーには使用しなさそうなラムレザーを使用していて度肝を抜かれます。触り心地もかなり柔らかな印象があって、レザー特有の光沢感がかなり大人っぽいです。着れば着るほど味が出てくるのも面白いのがレザーなので、一生ものという言葉を購入の際に頭の中に思い浮かべて購入した記憶があります。ブラック、レッド、グリーン、パープルの4色が展開されました。続きまして、2022年に発売されたトレッキングコンバージブルジャケット。コンバージブルというのは切り替え可能みたいな意味で、袖のところにあるファスナーを外したりつけたりして、ベストや半袖、長袖の3ウェイとして着こなしができるアイテムになっています。取り外された袖のパーツは背中のポケットに入れておくことができます。個人的にシュプリームとノースコラボの服を夏に着たいってなった時にベスト以外に選択肢がなかったので、これはかなり重宝しています。生地はリサイクルナイロンで、ナイロンのシャカシャカ感っていうよりも割とサラッとしている素材のイメージです。ちなみになんですが、シュプリームとノースフェイスコラボの代表的なアイコンといえば、右袖に並列されたスクエアロゴとボックスロゴになると思います。コラボ以降、今までノースフェイス側には確かなかったと思うんですが、左袖にスクエアロゴがノースの通常インラインにも登場するようになりました。さらに90年代のヌプシやマウンテンジャケットなどが代表的で、シュプリームとのコラボによって過去のアーカイブの価値が再評価され、ノースフェイス本家が一般向けにコレクションを展開してインラインで定番化した商品もあります。コラボならではの相乗効果の話でとても面白いです。最後になりますが、クリエイターとして思うのは、その制作者側の意図やこだわりを知らなくても見た目だけのデザインで買ったというのは、価値としてそれだけで十分なものに感じます。
いわゆる直感的な部分でかっこいいからとか可愛いからとかという理由だけで選ばれることはデザインにおいて何より純粋で完結した歌詞だと思います。それでも何かのきっかけで、例えば見た目だけのデザインで購入したきっかけで意図やこだわりを知ったりすることもあります。入り口が何であれ、歴史や思いに対してどこかにそれぞれ道がつながっているような感覚は意識していなかったはずの場所へ連れて行ってくれるようなその流れに表現が持つ不思議な因果を感じます。ということで本日はシュプリームとノースフェイスコラボのコレクションを紹介しました。いかがだったでしょうか。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それでは西川でした。バイバイ。